こんにちは。毎日寒いですね。こんな日はやはり大人の塗り絵です。皆様に聞いていただきたいよもやま話、今日もいろいろあります。先日の大雪の日、千葉でも降りました。でも思ったより大雪でもありませんでした。夜中の外の景色です。もう雪は止んでいて、ほんの少し積もっていました。静かでとても綺麗でした。次の日の朝の景色、もうほとんど雪はなく、でも誰かが雪だるまを作ってました。雪だるま、子供の頃雪が降るのを楽しみにしていて、関西の方にはなかなか降ることもなく、でも幼稚園から関東に引っ越し、3年ぐらいの間に雪が積もり、母に小さい紙袋をもらい、雪を集めに行った思い出があります。その雪を入れた袋、どうしたんでしょうかね。ベランダのフェンスの下に鳩の糞がありました。これはこの2年間で2回目です。1回目は直径10センチくらいはあるとても大きなものでした。なぜと不思議になったのを思い出します。鳩ではないかもと思っています。そして今回はそれに比べたら可愛いものでしたが、やはり黒いものがあるのを見つけたときは嫌な気持ちになりました。掃除の仕方は前回の時にネットで調べてやり方は知っていたので、今回もその方法でやりました。きれいになったら気持ちもすっきりです。ここ数年ですが、小さい声の会話がはっきりとは聞こえにくくなりました。例えばスーパーのレジで聞き直すとか、ちょっと残念ですがこれ結構あります。それとか向かい合わせの席に座り話をしているとき、だいたいは聞こえるけれど時々聞こえないときがある。その聞こえないところが結構肝心なところだったりするので、そこを聞き逃すと次の会話の理解に苦しむみたいな感じなのです。なので大切な話の場合はその場で聞き直すようにしています。そんな自分の耳の頼りなさを感じてからは、もしかしたらテレビの音、お隣さんにうるさい？とか心配になりだして、いろいろ調べてこれを買いました。ダイソーで1000円もしないですが、かわいいですよね。これがいいのは前のつまみでボリュームが調節できるところ、電源のオンオフの時の合図の音も
そのつまみで消せます。Bluetooth だからそれを持ってキッチンへ行ったり、ベッドの枕元に置いたりしています。それでも聞きづらいときは、そのスピーカーを耳元に近づけたりしています。おかげでテレビの音量を心配することがなくなり、気持ちも楽になりました。あと、出かけた時に鍵を落としたことが最近あった。電車にも乗っていた日なので、駅にも確認したり散々探した。そしたら駅の駐輪場の管理室で預かってくれていた。そんなことがあってから、私はキーホルダーにクリップのついたやつを使うようにしている。カバンのチャックのついている内ポケットに入れて、クリップもするようにしてから、自分でも安心できるようになった。娘の家の鍵も一緒にキーホルダーにつけていたので、娘からキーホルダーは別々のやつにしてねと言われてしまった。別々のやつにした後、娘の家に行った時、その娘の家の鍵を忘れてしまい、待ちぼうけをすることにもなり、それはそれでまたとても困りました。なかなかちゃんと全部忘れないでっていうのが難しいです。そんなこんなの毎日です。今まではなかったあれこれ、これからもどんどん増えていくのだろうなと思っています。今日もご視聴ありがとうございました。